皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、欧米企業のダブルスタンダード問題について取り上げます。つい最近、ナイキが日本において人権問題を取り扱った動画を公開しました。その動画においては、人権問題は非常に重要な問題でみんなで考え解決していきましょうといったような理念に基づいて動画を作ったとナイキは言っています。しかしその動画には多くの批判が集まりました。というのも、この人権問題を取り扱う上でアスリートに焦点を当てるのですが、そのアスリートというのが北朝鮮の民族衣装を着た子供だったりして、一体なぜそのような人物に焦点を当てて日本の問題として取り上げたのかと批判が集中しました。一方で今回取り上げる話というのは、人権問題というにはあまりにも凄惨かつ悲惨な状況が続いているウイグル問題。このウイグルに問題に対してアメリカは中国共産党を批判し、また制裁なども科す法案などを審議中です。しかしこのアメリカの議会におけるこの法案の審議について、人権問題は非常に大事ですねと言っていたはずのナイキが妨害工作をしていたというのです。今回の動画では、なぜそのようにして欧米の企業が人権問題という大きな問題に対して一つの基準ではなくダブルスタンダード2つの基準を使い分けているかについての解説もしていきましょう。それではウイグルでの強制労働問題について、中国共産党に制裁を科すべきだとする法案と、その法案に反対するアメリカの企業のニュースについてご覧ください。アメリカ、中国団体の綿製品を輸入禁止。ウイグル族の強制労働で。トランプアメリカ政権は2日、中国新疆ウイグル自治区の団体が関わった衣料品など綿製品の輸入を禁じると発表した。少数民族のウイグル族を強制労働させて生産していると判断した。政権交代が迫る中、人権問題をめぐって中国への圧力を一段と強めた。国土安全保障省傘下のアメリカ税関国境取締局は、新疆生産建設兵団 XPCC が生産した綿製品の輸入を禁じる命令を出した。全米の港で同団体からの輸入品を留め置く。強制労働に関わった合理的な情報があるとして、アメリカ国内法に基づいて制裁を科す。同省のクッチネル副長官代行は声明で、中国共産党政府の人権侵害を許さないと表明した。トランプ政権は9月にも、新疆ウイグル自治区の特定企業から綿製品や電子製品などに輸入を禁じる措置を5件発動している。今回中国の綿花の主要生産者である XPCC を標的にすることで圧力を強めた。同団体にはアメリカ財務省が金融制裁も科している。これまでの措置は特定企業の製品にとどまるが、対象が今後広がる可能性もある。アメリカ議会で審議されているウイグル強制労働防止法案は、新疆ウイグル自治区で生産された製品の輸入を包括的に禁じる。法案は下院で可決済みで、月内にも成立する可能性がある。新疆ウイグル自治区は衣料品や電子製品、食料品などの一大生産地だ。中国共産党はウイグル族などイスラム教徒の少数民族を弾圧しているとして国際社会から批判を浴びている。再教育と称して施設に収容して働かせていると言われる。中国共産党は正当性を主張している。ウイグルで行われている人権弾圧に対してアメリカが制裁を科すための法律を準備している。そういった話だったわけですが、この法案に対してアメリカ国内で妨害する動きがあることも伝えられています。ナイキ等がウイグル人強制労働防止法案に反対。ロビー活動にアメリカ与野党落胆。ナイキやコカ・コーラなどのアメリカ大手企業が中国の新疆ウイグル自治区での強制労働を封じるため、アメリカ議会が審議中の法案に反対するロビー活動を展開していると報じられ、波紋が広がっている。人権問題に熱心な名門企業が中国での抑圧阻止に後ろ向きだとして与野党から落胆の声が上がっている。ニューヨークタイムズは先月29日、9月に下院を通過したウイグル強制労働防止法案について、ナイキやコカ・コーラ、アップルが議員に働きかけ、法律発効時の効果が弱まるように条文を修正しようとしていると伝えた。法案は新疆ウイグル自治区で少数民族ウイグル族を強制的に働かせているとみられる中国企業の工場からの製品輸入をアメリカ企業に禁じる内容。下院ではほぼ全会一致で可決し、今後上院通過と大統領の署名を経て法案は成立する。同自治区の強制労働の実態を調べたアメリカ議会機関の3月の報告書は、問題がある工場と取引した疑いがある企業リストを掲載。
ナイキやコカ・コーラ、パタゴニアなど服飾大手や飲料、食品大手が入った。ナイキは同氏に対し、法案に反対する趣旨のロビー活動を否定し、議会側との建設的な議論をしていると回答するなど、企業側の歯切れは悪い。ただ、パワー元国連大使は報道について、ツイッターで良くないと批判。共和党のルビオ上院議員もツイッターに投稿し、黒人差別問題を訴えるナイキの広告を引用しながら、同じ企業が強制労働措置の法案に反対のロビー活動をしていると嘆いた。まず最初に基礎知識として押さえておかないといけないポイントは、現在のアメリカの議会というのは、共和党であろうと民主党であろうとどちらにしても基本的には中国の台頭に大きな警戒感を持っています。ですからウイグルでの人権問題に対して非常に強い批判を浴びせています。そしてトランプ大統領はこの中国に対する強硬政策というものも辞さないという姿勢をこれまでは取り続けてきました。ですから議会において中国を抑えるべきだという声があって、そして大統領も同じように中国は抑えなければならないという具合にして、ねじれ現象というものは現在は全く存在しません。ですからウイグルで発生している強制労働問題に対しても、当然のように中国共産党に対して罰を与えなければならないという法案も基本的にはすんなりと通りそうなのです。インターネット上ではこの点について少し間違った話が流れていて、民主党というのは中国共産党とつながっていて、中国共産党に対しては非常に甘い政党であるといった解説をされる方もおられるのですが、この点について私は見解を全く違っていて、民主党というのは中国共産党に対して警戒感も持っていますし、強い批判も浴びせます。ただし私が懸念しているのは、口で言うこととさあ実際に何をするかというその行動においては、共和党よりも民主党の方が行動が緩いというのが私の懸念しているところです。ですから現在の状況においては、中国共産党が香港の一国二制度をもうないがしろにしていることに対して、アメリカの議会は民主党も共和党もどちらも強い批判を浴びせていますし、また台湾が脅威にさらされていることに対しても、やはり議会というものは台湾を支援しなければならないと強く動いています。このような動きというのは決して大統領が先走って動くからできていることではなく、議会も中国を抑えなければならないと動いているからこそ、ねじれなくアメリカが一貫して動くことができているのです。では私がなぜ民主党であったら口では強く批判するものの実行としての中国を抑えにかからないと懸念しているかといえば、それはかつての民主党の政権時代、オバマ大統領時代においてはまさに口ではすごくいいことを言っているんだけど実際にやっていることは全然実行力がないよねという、そうした実績があるからです。実際問題、現在のトランプ政権のその前のオバマ政権時代というのは中国を好き勝手させてしまった時代であり、その時代において中国はまさに大きな経済発展も、そして軍拡も進んでしまったのです。これは日本についても全く同じことなのですが、中国共産党のやっていることに対して口でいくら強く抗議したところで、彼らは全く気にしていません。ですから、いかにして行動を抑えるかというのは、それこそアメリカにしても日本にしても、何をするかという行動そのものが非常に重要なのです。それではなぜウイグルで人権弾圧が行われているのに、これに制裁する動きを見せた議会に対してアメリカの企業が妨害するか、この点について言えばはっきり言ってお金の話としか言いようがありません。それこそオバマ政権時代の頃からそうなのですが、アメリカの企業というのは中国を工場として多く利用してきました。この背景にあるのが何といっても安い労働力だったわけです。実際その労働力によって製品を安く生産し、そこから世界各国へと輸出するというこの儲かるビジネススタイルというのは長い間継続されてきました。ましてや現在ここで指摘されているような強制労働といったものは非常に安価な労働力であり、そのような通常ではありえないような労働力を使ってビジネスをするのはそれなりの利益が必ずあったでしょう。また今回の記事ではナイキの話が出ていましたが、他にも中国でのビジネスというのを非常に重要視しているアメリカの企業などは他にもあります。例えばアップルです。アップルはそれこそ世界中に iPhone シリーズを売りまくっているわけですが、その主力の生産工場というのは長い間中国にありました。中国から製造請負をしていたフォックスコンという会社は巨大な組み立て工場を建て、その工場には農村出身の労働者というのが非常に多く集まっていました。しかしその労働というものは非常に過酷で、長時間労働を強いられた人々というのは体を壊し精神を壊しといった具合にして追い詰められていき、多くの人々が漁から身を投げて命をなくすといった事態に陥りました。
こういった問題に対してアメリカのジャーナリストらが潜入して実態を告発などをしたので大きな話題となり、それによってアップルは現地工場の改善などを要請しました。その結果として出稼ぎ労働者の入っている量に対しては、例えば窓には鉄格子がはめられ、そして通路側から身を投げるようなことがないように、それぞれ各階でネットが張られて飛び降り自殺などを予防するような措置が取られました。これによって命を失う人は劇的に下がったと言われています。しかし、現在でもなおアップルは中国でまだまだ多くの iPhone シリーズを製作しています。ここ最近では中国における労働者の賃金も上がってきたので、ベトナムやインドネシアやインドなどのその他の国々にも工場を分散させる動きが出ていますが、アメリカの企業にとってはまだまだ非人道的な形での労働力搾取というのがまかり通っているのが現実なのです。しかし当たり前のことですが、私の企業では多くの強制労働者たちをこき使っていますよといった話や、もしくは労働者に賃金は払っているがその賃金というものは安く、また労働も非常に過酷だよということを売りにするような企業などありえません。ですから表向きとしては自社ブランドのイメージアップを図るために、私の企業というものは非常に人権問題に敏感で、そのような問題の解決に取り組んでいますよという姿勢を示すものです。その結果として現れるのが、みんなの前ではすごくいいようなことを言っている風に見せて、その裏では非常に後ろめたいことをしているという、その光と影の部分がものすごい陰影がくっきりしていることです。それこそナイキはアメリカでブラック・ライズ・マター運動が盛んになっているその最中においては、黒人の人権活動に十分な配慮をしましょうといった呼びかけなども行っていますし、また今回の日本における動画の作成についても、これを人権問題だとしてそれらに取り組んでいるかのように見せているわけです。ですから表向きはすごくいい格好をしていても、その裏では非常に悪どいことをしているこの構造それ自体を知らなければポロッと騙されてしまうというのが多くの人々に当てはまってしまうのです。企業というのは自分の会社のビジネスがいかにうまく展開していくかにもお金をかけますが、その裏ではそのビジネスそのものが儲かるためにはありとあらゆる手段を使うということも、これもまた一面としてあります。欧米企業のこのような活動を見たときには、その裏には本当にこの企業は大丈夫かなと疑う気持ちがあることが必要かもしれません。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えられたでしょうか。昨日もコメントをしていてください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。